皆さんこんにちは、ハムです。今日はですね、購入品の紹介をしたいと思います。最初にこまごましたものを紹介して、最後にじゃーん、集塵機を買いましたので、新しい集塵機のレビューも最後にしていきたいと思います。今回は総額で5万円ぐらい購入して、結構量がねあるので、ぜひ最後までご覧ください。じゃあカラージェルからいこうかな。今回はね全部で10色買いました。ネットで半分と店舗で選んで買ったやつが半分ずつぐらいあります。カラージェルの仕入れって一番難しくないですか？私はね、一つのメーカーで全色揃えるよりいろんなメーカーから好きな色を買うのが好きです。10月に開業したので、結構くすみ系の色、秋冬のカラーがうちは多く揃ってるんですね。なので今回は春夏にいいようなちょっと明るい色をたくさん入れました。普段は実際に塗ってあるカラーチャートを見ながら買うんですけど、やっぱりね、今回もネットで買ったやつは思ってた色と違うかったので結構ショックでした。こういうね、自分のサロンで使ってるチャートを頭の中に入れて、ない色を買い足していくと被ったりしなくていいと思います。見て買っていっても色被るけどね。話が脱線しましたが、今回はベラフォーマとジェルグラフとプリジェルのミューズから数色ずつ購入しました。じゃあ手元に切り替えてやっていきましょうかね。まずペトロがこんな感じです。ペトロじゃない、ベラフォーマベラフォーマは TAT さんで取り扱いがないので、NES というところでネットで購入しました。見て選べないので、ちょっと思ってた色と違うなっていうのがあったんですけど、一応サンプルもう作っちゃったので、209番ですね。これからいこうかな。209番、こっち2度塗りのマットとこっちが2度塗りです。でも思ってた感じかな。うちにあるオレンジがこんな感じだったので、ちょっと赤みのあるオレンジで、被ることなく購入できたので良かったです。ちなみにこれはプリジェルの EX で橙色です。はい、じゃあ次、ベラフォーマの212番。これはこんな感じ。これも持ってる黄色とはちょっと違う感じかな。これはちょっと被っちゃったかな。こちらはプリジェルこれミューズだ。プリジェルミューズの313番。多分黄色と一緒の色です。はい、次。ベラフォーマ031番。これめっちゃいい色でした。こんな感じ。持ってる色とは全然違う感じだったので、明るい色が入ってよかったです。私はね、こういうくすみ系の色が多かったので、いい感じですよね。どちらもプリジェル EX。 こっちは白藍と、こっちはグレイッシュミストです。次、ジェルグラフ実は初めて買いました。こっちがネットで購入した方で、こっちは店舗で購入したんですけど、蓋がまず違うくてすごいショックです。見た目が結構こだわるタイプなので、なんか統一感なくてすごいショックです。塗り心地もラインが違うのか、こっち4つはもうすっごいマットな感じ、ペタッとした色で、ちょっと効果不良が気になるかもって感じなので、かなり薄塗りにしないと生焼けになっちゃう感じでした。色はねミルキーな感じで、顔料が濃いイメージ、こんな感じです。どれもね明るい色ではなかったので、これはネットで買ってちょっと失敗しました。これとか見たらわかるかな。この辺効果不良しちゃってるので、このシリーズは私は塗りにくいなって感じました。でもね、これは店舗で見て買ったんですけど、これは良かったですよ。こんな感じ、明るい緑、音が入っちゃったこれは明るい緑でした。持ってる原色の緑、こんな感じなので、ちょっとねネオンっぽくも見える緑でした。ネオンのピンクこんな感じなんですけど、これがプリジェル EX の原色緑ですね。こっ
ちはミューズの L455。これもねカラーチャートにない色だったので大正解でした。で、大好きなプリジェルミューズですね。透明感のあるオレンジを持ってなかったので買ったつもりだったんだけど、ちょっと近い色を持っていたのでこれはかぶっちゃったかな。緑はいい感じでしたかね。これは前楽天の購入品で紹介した、リジェルの17番です。よし、カラージェルはこんな感じで終わりです。じゃあ次は他の小物をパーッと紹介していきますね。まずはベース。カラージェルが安くなってたので3つ購入しました。だいたい仕入れが2ヶ月間隔なので2ヶ月分と予備の3つ購入しました。お客様の層にもよりますけど、うちはだいたい30人から40人一月にいらっしゃって、だいたい 10g 使い切るかなっていう感じで計算してます。これサロン開業時に計算したものなので今ちょっとどうだろうって感じなんですけど、定期的にね新しいやつを開けた時にカレンダーに印をつけて、使い切った日に施術に入った人数を計算して 10g で何人だなって目安にしてもらうと原価計算に役立つと思うので、ぜひやってみてください。はい、次にビットです。私いつも使ってるビットはネイルラボさんの X コースオフ用のビットですね。これも月に一度取り替えてますので2ヶ月分で2つ購入しました。ビットはねケチらず定期的に取り替えるのがおすすめですよ。次にブラシです。私はタッチのオレンジの筆が気に入って今は使ってるのでこちらを2つ購入しました。こまごましたものは以上ですかね。じゃあ次はね、早速集塵機のレビューをしていきたいんですけど、前に使ってた集塵機はこういうやつ、これ開業の時に使い始めたんでだいたい1年半ぐらい使ってるんですけど、だんだんね集塵漏れみたいなのが気になってきてダストが舞うようになってきたので買い替えました。これはダストがここに入るように袋がついてるんですけど、これを水洗いして使うんですね。これが洗うたびにね劣化してきてるなっていうのがあったので、本当はここを新しいものに買い替えたら元に戻るのかもしれないんですけど、どうしてもコードレスにしたかったので今回はねコードレスのものからいいものを選んできましたのでご紹介していきます。じゃあちょっと手元を移し替えます。まず音からいきましょうかね。こっち音つけます。こんな感じです。で、新しく買ったのがこのルフトっていうシャレダワさんから出てるやつなんですけど、コードレスだし軽いしコンパクトなんですね。これも一回音をつけてみます。これはね2段階あります。こっちがハイパワーの方で、緩い方がローパワーの方です。気持ちこっちの方が静かかな。パワーがどうかっていう問題もあるんですけど、じゃあ実際に削っていきましょうかね。今回はねチップ用意してるのでこれ削っていきます。結構ダスト飛んでますよね。見えます？はい、じゃあ次、ルフトの方でやってみたいと思います。手についたダスト、利き手にはほとんどダストがついてません。ほとんどついてないけど反対の手には若干ダストが積もってるかな。でも気にならない程度です。ダストはこんな感じで簡単に取り外して掃除することができるので、これをねこうパンパンとしたら終わりだと思います。なんせねコンパクトなんですよね。でここが段差が滑らかになってるので、こんな感じでネイリストが手をかけて作業してもあんまり痛くならない、疲れにくい形になってます。もう何よりコードレスなのが本当にいいです。ぜひ皆さんお買い替えの時はねライトもマシンも集塵機も
コードレスにしてみてください。すごいコンセント周りがねすっきりすると思います。以上でじゃあ購入品の紹介は終わりにしたいと思います。ではまたの動画でお会いしましょう。